ビゲーターの匂いは時間がどれだけ経っても変わらないわね。ナビゲーターのお花も私と同じくらい私のことを嗅ぎ分けてくれてるといいんだけど。気づかなかったよ。本当にごめん。けど20年が経ってるってことは君たちの年齢は。そうだよ。私たちはもう30代の大人なんだから、私たちのことはお姉さんって呼んでくれなきゃ。外見からじゃわからないな。嬉しいな。それって褒めてるの？まあそんなところ。ニムビウスエネルギーで頻繁に巨大化していたせいで、いつからか体の成長が止まってしまったみたいなの。長期使用の弊害だわ。でも永遠に青春をとどめておけるのならそこまで悲観することでもないわね。ナビゲーターと再会した時におばあさんになってなくてよかったわ。まあでも一定の年齢を超えると急に老け込む可能性もあるから油断はできないけど。フルル、さっきアライタが怖がってるみたいなことを言ってたけど、どういう意味なんだ？わからないけどなんとなく感じるの。アライタが怖がってるのって。ああ、そうか。君は疑似通感覚者だったな。20年経ったけどフルルはナビゲーターのお兄ちゃんみたいに通感覚を上手にコントロールできないんだにゃ。もういい年なんだからそういう話し方やめた方がいいぞ。どっちも妹ポジションだったんだから、私がその個性をもらったところで誰も気づかないわよ。割とヤバい発言だな、それも。それに年上のお姉さんにお兄ちゃんって呼ばれると意外と興奮するでしょ？私は怖がってなんかないわよ。ただ自分の理解できないもの、タイムトラベルについて慎重でいたいだけ。嘘ばっかり。俺がどうやって20年前からやってきたのかという問題は置いておこう。ただしどちらにしてもある人物の関与は否定できないと思うんだ。ステファニー博士ね。うん。タイムトラベルの技術を持っている。そんな人物がいるとすれば、それはステファニー博士を置いて他にいない。さらには俺の体に何か細工を施したにしても、やはり最大の容疑者はステファニー博士だと思うんだ。スペスの母親も何か知ってる可能性があるわね。そうだな。スペス、君の母親のことを話してくれないか？すごい美人よ。それ以外で髪の色とか目の色みたいな特徴は？髪は黒くて長いわ。瞳は金色でたくさん宝石を身につけてる。宝石をたくさん。
私のママが誰かを突き止める必要はないでしょ。彼女の居場所だって誰にもわからないんだから。ママが関わっていたとしても見つけ出すのは不可能よ。ステファニーは今どこにいるの？そっちの方が大事でしょ。私が最後にステファニー博士を見たのはオデッセイさんが建設した避難所だったわ。でもそれも13年前の話よ。ステファニー博士がずっと同じ場所に留まっているとは思えないけど。13年か。時間が経つのは早いね。彼女はもういないかもしれないけど、きっと何か手がかりを残してるはずよ。でなきゃそいつはただのバカだわ。博士があの場所に残ったのはきっと彼女なりの理由があったんだと思う。あの場所は10年前の時点ですでに現在の楽園になってるわよ。だったら私たちで追い払えばいいでしょ。それで何も見つからなかったらどうするの？チャリサ、私たちはこの町にとって唯一の希望なのよ。あんたたちはあんたたち、私は私。言ったでしょ？私は世界を救って彼を送り返すって。私一人で十分よ。これはたった一人の人間にできる仕事じゃないのよ。本当に理解してるの？私は勇者なのよ。勇者になろうとした人はみんな死んだわ。ナビゲーターも死んだし、ドロリース隊長だって死んでしまった。彼女たちは彼女たち、私は私でしょ。世界を救うという理想を抱えて死んでいった人たちなら今までにも大勢いたわ。ナビゲーター、あなたはチャリサーと彼女を殉教者の列に加えようっていうの？アライタ、俺はナビゲーターで君たちはドライバーだ。アイギスなら18年前に消えたわ。それでも俺たちの魂に刻まれた使命、俺たちが背負っていた責任までは消えたりしないよ。現在と戦うこと、それこそが俺たちのやるべきことだ。アライタ、俺たちは逃げたり立ち止まったりするわけにはいかないんだ。フランカーも死んだし、ユリウスも死んだ。ナビゲーターも死んでしまった。今度こそ取り残されるのはごめんだわ。私が何を言ってもあなたたちは聞かないつもりなのね。ああ、ニュージェストンはあなたに任せたわ、アライタ。そんな別れの挨拶みたいに言わないでよ。明日の朝に作戦会議を開きましょう。それでいいわね。ええ。朝って何時？9時よ。絶対に遅刻しちゃダメ。今夜はこっそり出歩いたりしないこと。いいわね。ほんと厳しいんだから。